伊藤大丈夫かおい。とりあえずお疲れ様。喋れる？喋れるか。グレートファンのみんな、そしてグレートのみんな、旗揚げから連続で1周年記念もメインで負けてしまって、本当に取り返しの使えんことをやってしまったと思ってます。申し訳ない。でもこんな負けた俺が言うんは全然説得力ないと思うけど、俺以外の今日のグレートの試合全て見た上で、グレートのこの歩んできた1周年は全然間違いないと俺は思ってる。そして今日試合を見てくれたお客さんも思ってくれてると思います。だから2年目のグレートもどんどん突っ走っていくんで、皆さんついてきてください。ほんでエルリンドマン、今日俺はスカッと買ってあんたのあのベルトに挑戦しようとほんま思っとった。でも今日の結果、こんな俺をグレートのみんなもファンの皆さんも絶対認めてくれんから、俺は一から結果出してどんどん結果積んで必ずあのベルトに挑戦しようと思います。ほんで最後に、俺は1周年のメインで負けた。ほんでエル・リンダマン、あんたは G-REX のメインで見事勝利を収めた。そしてこの1年グレートを一番引っ張ってきて一番グレートした人はやっぱりエル・リンダマン、あんたやと俺は思う。そしてファンの皆さんも思ってると思います。だから締めてくれ。いや、締めろ。このリングの締めを少々素晴らしい。僕メインじゃないけどいいんですか？いや、まあ正直伊藤が負けて慰めながらも俺が締めてやろうかななんて考えてたけど、お前どこまで前向きなんだよお前。まあでもそれもグレートらしいじゃないですか。グレートはまだ1周年、前回の旗揚げ戦もメインで負けて、今回の1周年記念もメインで負けて、伊藤孝則1回や2回の負けなんて気にしてるんじゃないよ。3回でも4回でも5回でも負けたらいいじゃないの。前を向いたらいいじゃないのねえ皆さん。いやもう負けないでね、別に負けるわけじゃないですからねえ、次は必ず勝ってくれますから。でも言った通りグレートはまだまだ1周年、これから先上がっていくしかないですからね皆さん。僕も今日 G プロ1試合からこのメインまで自分が戦って見てきて、会場の盛り上がり、お客さんの熱量、そしてグレートの期待感すんごい伝わりましたから、皆さんグレートに期待してくれますよね。もっとその期待感を皆さん右拳に宿らせてもらっていいですか？皆さんグレートの締めはみんなで一緒にグレートしようぜで拳つけられるのは定番となっておりますので、皆さんこの TDC ホールでもやってもいいですか？
っていいですか？準備はいいですか？会場も全員準備はいいか？選手も全員準備はいいか？いくぞー！みんなで一緒にグレートしようぜ！負けました。旗揚げから連続で1周年メインイベントを務めさせてもらったけど、また新日本プロレスに負けました。ほんまにこの2つは取り返しのつかないことだと思ってます。でもこの2つを取り返すのは結果しかないから、すぐ切り替えるのは気持ちは無理かもしれない。でも言葉だけでも切り替えてどんどん結果を積み重ねて、この取り返しようのない敗戦を結果でお客さんにもグレートの中身にも認めてもらえるようにどんどん結果を積み重ねていきたいと。伊藤の野郎、お前言葉と裏腹にお前下ばっか見やがって、この野郎。伊藤こっち見ろ、こっち見ろ、こっち見ろ、お前。お前俺たちによ下向いてる暇なんかねえんだ、バカ野郎。分かってんなお前。おい伊藤、俺はお前実は勝ってんだよ。俺たち二人は今日負けたな。おい負けたけどよ、下なんか見ねえよな伊藤。自分のことは言ってみろな。下なんか見ねえよなおい。下なんか向いてる暇はない。いいぞいいぞ、お前いい子してるぞ。もう一丁言ってやれよ、もう一丁。伊藤孝則、グレート伊藤孝則よ。下のムカつどんどん結果出して必ず今日失ったものを取り返します。いいね。俺こういうとこ好きだから。おい伊藤、おい今日新発売の俺のこのシャツとお前この藤色、何色これ、藤色か。お前カラーも合ってんな。おい伊藤、俺はお前のその気合気に入ったよ。伊藤、今月の17日にお前の地元大阪梅田ステラホールでグレート大阪大会あるよな。そこで俺たち2人でタッグ組もうぜ。どうだいと。今日の負けから一発目のグレート大阪大会、イエス。わかりました。あんたと組んでよし。俺はもう下なんか向いてられねえ。よ、いいね。どんどんいいね。上に突き進むからよ。オッケー。チェックアウト。いいね。伊藤、最後に一発お前のそのビッグボイスで届けてやろう。一発気合うよ。いけ、このままいけ。グレート、いや1周年もまだまだどんどん突き進むからよ。よっしゃ。大阪大会も俺と T オーク、俺らタッグをどんどん見とけ俺。聞きましたね。30年以上前にプロレスラーになる前に UWF というものにすごく憧れを持ってて、いろいろ自分なり思い描いてたわけですけど、キャリア30年でほぼほぼかな UWF スタイルっていうのを初めてやってみて、自分のなんていうんだろうな、どんくささとかそういうものをなんか感じてしまって、せっかく UWF スタイルっていうものを期待していただいて呼んでいただいたのに、そういうものをやっぱ期待した皆様には大変申し訳なくないなと思います。ただそういうUWF 技術的なことも含めてね、伊藤選手ですが、やっぱりそういう技術的なことを全て忘れさせるようなビンタのやりとか、小手って言わなきゃいけないんだろうけど、僕からすればビンタのやり、それはなんかその自分の中の通しているもので、
躍動させてくれましたし、彼はそれにね応じて応戦して、より強烈な張り手というかね、小手って言っておきましょうか、それを入れてきてくれて、なんかその誘導ルールとかそういう技術とか超越した彼の闘争本能というのがね引き出せたというか感じられて、試合自体はまあいうスタイルとしては無様だったかもしれませんけど、僕としては非常になんか試合した感というかそういうのがあって、良かったですね。ルール的に一番どのあたりにですか？これはやっぱり例えば新日本だったら押し込まれてそこでブレーキしないですよね、どっちかロープかで。あとは一番問題だと思ったのはこれエルボーってここなんですよ。これプロレスってのはここの肘の先端ダメなんです。でも通常この肘からこの手首までの間、あとこの後ろのバックエルボー、ここで抜いてフォアームって言うんだけど、これ反則っていうのは納得いかなかったですね。おかしいですよこれはね。だってこれいいっていうなんか出てなかったですか？前腕部は前腕部はいいんだよね、はい、でこれ入れて肘入ってるのこうもう先入観でエルボーって見ちゃってる。そこはもうちょっとルール改正というかもっと厳密なジャッジが判断が必要かなと思いましたけど、まあ、長さんのエルボーが多分あまりに殺人技に見えてしまうんです多分。いやそう私は使い分けてますから反則してくるやつにはこう使う時も過去にありましたけど、基本的にレスラーとして最低限のプライドとしてここを打ち込むとね、それはもうここが危険なのは分かってますし、それはもうしっかり守って、そういうプライドだけは持って30年やってますから。グレートという団体自体は初めてですけど、いかがでしょうか？はい、非常におしゃれですね。入場の仕方、やっぱりいろいろ皆さん揃ったジャージを着て入るところとか演出とか非常にいいし、若い選手たちも素晴らしい試合、前半の試合とかね、やっぱり UWF ルールになっちゃうとなかなか難しいというか、その本来持ってる自分の感情というかそういうものを出しづらく、ルールによって出しづらくなっているというかね。でもそんな中でも伊藤選手はガンガンその蹴りが来たり小手ですか、もう小手でよりもビンタで張り手でいいですよ。それをやっぱり本当に自分の腹の底から湧き上がる怒りというものをこのオープンフロントで殴り合った結果、やっぱりそういうスタイルから見れないような彼の本心の感情が見えた気がしましたね。まだまだ本当に鍛えればね光る宝石だと思いますね。また今後、その機会があればこの UWF であったりグレートのリングっていうのは、いやそれは UWF ルールってのはね、 UWF も今日こういう試合したからもう呼ばれないでしょ多分呼ばれないっていうことはないと思うんですけど、でも伊藤選手はやっぱり伸びしろがすごいあるし、あれやっぱグレコローマンやったらいいね、グレコローマンのレスリングで体幹をもっと鍛えればとんでもない選手、あんなに俺がコントロールできなかったと思いますよ。まだね30年以上前のグレコローマンのなんていうのかつての筋熱感がいっぱいまだ残ってたんでね、底力が残った部分があったんで、これは結構べしゃっとしちゃいましたけど、でも彼の体格と柔軟性からして、もっとそういうスタンドレスリングで磨き上げたらとんでもない選手になると思いますし、ただやっぱ負けん気の強さいいっすね。クイクルって気合入れて殴ったら彼をね今までガードしたのを落としてバーンってきましたからね。あれですよプロレスの本質っていうのは、腹の底の怒りというか、だからそういうルールに縛られないところでの彼のなんかその腹の底の怒りを見せれて、今日はまあ無様な UW スタイルだったと思いますけど、そこだけは良かったなと。スタイルに対するちょっとした僕のアンチテーゼといいますか、以上です。